Hello，大家，40岁以前想达成的10件事第2集来了。上一集我们看到，再过3个月就要步入40代的中年大叔小雀，列出了自己40岁以前想要完成的10个愿望，结果一个不小心掉出了一个，貌似一直在暗恋他的下属庆司。我们赶快来看看这2个人还会碰撞出什么样的火花，以及2个人会如何一步一步完成列表上的愿望。そちらで問題ありませんので、ありがとうございます。調整していただき。あの日のあれはからかわれたのか。那天之后一直关注他。東條さんとパフェ食うとか楽しそう。你把他当什么玩偶一样？誕生日を恋人と過ごす。做猎人。恋人って付き合うとも好きとも言われてないし。哎呦，这是不是代表茜丝其实有机会？只要他告白。これで信じてくれました。不寒而栗。俺はあなたのこと余裕で抱けます。何考えてんだよ。越想越毛。可爱。哦，这一集要完成章鱼烧派对了。そもそもケイシってどんなやつだっけ？啊？小雀他平常在工作上只关心工作，真的没在关心同事这个人怎么样的。お疲れ様。お疲れ様でした。他真的在工作上完全没有露馅呢。ケイシはいつも丁寧に挨拶をしてくれる。都不专心了，那个茶那么烫，他就直接喝。ケイシ帰った。はい、人と会う約束があるって。何？あいつまた女か。知らないですよ。你不要在这个工作上面在那边大呼小叫了啦，你要变小丑了。在下班路上等他哦，优雅的嘞，庆司。啊？什么？久しぶりじゃないよ。什么？气死人了！还居然说要做我的恋人，自己跟梅梅去约会。そうだよな。哎呦，应该不是你想的那样啦！不要在这边自己 murmur， 自己在那边忧郁。でも気になっちゃうわよね、ケイシ君のこと。啊，雀子怎么那么了解他？ケイシは仕事ができる。クライアントが重視するのは。他刚刚眼神是不是有稍微往小雀这边瞄一眼？意外と不器用なとこもあって手が綺麗で开始在观察人家的身体了。笑うと可愛いとこがあって这几天都没在关心工作，都在观察下属、观察恋人。话说庆司真的从那一天之后就没再有别的表示了吗？姿勢が良くてイケメンで哎呦，很受女同事欢迎啊！当然モテる。俺と付き合う可能性なんて1ミリもない。小雀怎么觉得他声音酸酸的？是不是觉得自己好像有点配不上他？お先に失礼します。お疲れ様。お疲れ様でした。小雀呀，你要不要主动去跟他聊聊这件事？とにかくなかったことになってるっぽい。终于要来了，这次应该是真的在等他了。東條さん、是。たこ焼き器買いましょう。哦，原来他在酝酿这个啊！在他以为对方放弃的时候，なかったことになってね。いやいや、ちょっと調べたんですけど、小さい方が火の回りいいらしくて。哦，你也做功課做得太認真了吧？こんなさ1回しかやらないのに買うなんて。逆でしょ。买了才会常常用，没错。できるじゃないですか。その発想俺にはなかったなと思って。哎呦，其实庆司他面对小雀其实很小心翼翼哦，たこ焼き器これ欲しいんですけど。ありがとうございます。いやいやいや好武断的决定。可是我觉得以小雀这个犹犹豫豫的性格，真的需要一个像庆司这样的人推着他往前走。持ちますよ。あ、いやいいよ、駅すぐそこだし。
部下なんで。おうありがとう。你这个时候知道你是下属了，駅までってことだよね。是不是要跟回家？えこいつ同じ駅数じゃなかったよ。一応こっちだ。ほい。家まで運んでくれる。哎呦，日本人就是这种性格哦，有什么疑问都不直接问的。如果是我，我一定直接问：你是要跟我回家吗？スーパー。スーパーはこの先にあるけど。OK です。我还了解他们家附近的超市在哪ま。さか。到着ですか。今日やる。今更。早く帰りましょう。タコが猫が。哦，这行动力也太强了吧！お邪魔します。东西没收，熊熊套装，ファンシーっすね。あいや違うんだよ。これ甥っ子がさ。还装。かわいい。这个卡哇伊对着他讲哦，你是不是觉得小雀可愛？よくじゃ。鈴子。すみません。なんて。名前つけてんですか。さあ、始めますか。才刚开始就多灾多难了。哎呦，好像有点性感。準備しますよ。哇，很熟练呐、慣れてんな。まあね。僕ですか。割りしますよ。哦，僕気の強い双子の姉がいて、家事しない男はクズって言われて育った。まあ双子って言っても全然似てないんですけど、性格も正反対。もしかしてこの前会社帰りに会って哦，はい。たまたま見かけたっていうか。声かけてくださいよ。俺女遊びとかしませんよ。哇塞，倩思，你这样就知道他在想什么了，一副被看透一样的慌张。せーの。これが説明書ね。これも見ない。最好还是看一下哦，这种没用过的电器，じゃ有这些东西氛围就是不一样，ーん。ちゃんとワクワクしてきました。実は俺も。看得出来，都开始笑了。入れてみる入れてみる。哎，不是这样的。一回火止める？这手反而不适合关火，干嘛？まだ持っててくれたんです你ね。赶快拿面子过去啊！とっくに捨てられてるもん。捨てねえよ。人からもらったもん。そんなことよりティッシュ。すいません。はい。那个不会是他送的吧？結構気に入ってるし。すか。哇，好像啊！似てる。たこ焼き。いちいち取るよな。小雀的年纪已经不会这样子记录生活了，倩思还会。いいよ俺は取らなくて。よし。他是不是就是想要拍小雀，才想要自然而然的把手机拿出来记录生活？いただきます。你干嘛？自己你也开动啊？为什么章鱼烧都要整口下去呀？明明就很烫，为什么不能先咬一半？お前ってさ、挨拶ちゃんとすんのいいよな。哦すげえいい。さっきも。いただきます。哦，原来你刚刚是在惊讶这个。やった褒められる。倩思，你这样就开心。会社にいる時も遠くにいても俺の横まで来て挨拶してくれて、あれすげえ嬉しい。東條さんって最後の相手いつですか？这么突然，の你以为他不会注意到你在问一个很唐突的问题吗？ 10年前くらい。大约30岁的时候，マジっすか？そうだよ。自分で言ってて悲しい。マジか。你不要再加重他悲伤的心情了。お前の方こそこの間のことマジなのかよ。
全部マジです。哎呦，東條さんがゲイって気づいたのはずいぶん前ですよ。ほら女性でちょっと胸元ゆるい服着てる時ってあるでしょ。そういう時東條さんチラッとも見ないんですよ。原来如此。ああ女性に興味ない人なんだなってすぐ分かる。两个站在一起对比就知道，一个在看女生，一个在看男生。大丈夫ですよ。そんなこと俺しか気づかないんで。好可怕的观察力哦。俺はね別に自分のセクシャリティを恥じたりしてない。嗯哼。ただそのことで他の人に気を使わせたくないんです。非常理解。東條さんも同じでしょ。そうか。窗帘动了一下，象征着他心里动了一下。ケイシはあの時も。さすがに人のプライベート踏み込みすぎなんで。哦，そんなこと是。が他にもたくさんあったのかもしれない。他在小心不让十条，在无意间出柜，吼。哎，为什么都要用手擦了？很好很好，不要把它吃掉就好，那太恶心了。次何しましょうか。啊，很故意哦！我真的觉得庆司每一句话、每个动作都透露着刻意。シーパラ。八景島シーパラダイス。现在接受庆司要跟他一起完成这个列表的愿望了。哎呦，哦，这个手指相碰真的很挑逗我们的心呢。月曜どんな顔して早いんだよ。次の土曜日楽しみにしてます。哇，流されるまま次の約束までしちまった。一辆列车驶过去，他的心被带往到不同地方了。よかったわね、すずめちゃん。我记得上一集结尾的时候啊，我疯狂嫌弃庆司那个冒犯的油腻的行为，但是这一集看下来，我好像理解为什么要把庆司设定的这么油腻了。其实他就是在感情那方面比较强势，比较习惯主导的位置。这一集很明显的展现了他一些比较细心、比较温柔的地方之后，我马上就觉得我好像没那么讨厌他了，虽然还是觉得他心机好重。整集看下来，觉得他一直在步步为营。从本集一开始，就是在那一天晚上之后，他一直很刻意的在疏远小雀。但就算两个人没有再有什么过多的互动，他也还是每次下班的时候都走到小雀面前跟他说：“哦，我这日文真是不流利啊，不过不重要。总之这几天我的解读是，他应该就是以退为进，不要把他逼得太紧，但是也不忘在他面前刷脸。直到1周之后，他才又主动出击，带他去买章鱼烧的机器。而在那之后，哇，我真的感觉他每一个行动都是精心设计过的，所有的话题也都是他刻意引导的，包括他刻意在小雀面前展现他熟人的刀工啊，然后还刻意透露给小雀，让他知道说哦，原来自己有个双胞胎姐姐这样的消息，等等等等的。这样的男生，说实话还挺可怕的，你感觉一切都尽在他的掌握之内，但是我又觉得这样的男生好像真的蛮适合小雀的。如果没有庆司在的话，说真的，我觉得小雀他列的那个10项愿望，大概就像我们大多数人的新年愿望、新年新目标一样，就这样子从年初放到年尾。那小雀的那个愿望就是从9月放到12月，放到了他的生日之后都没有去碰它。突然觉得还好有庆司推着他，也让他久违的感受到了不一样的哇酷哇酷嘛，是不是？有庆司在，也才让他这样子一步一步的完成愿望。行啦，我觉得我是开始喜欢这部剧了。第1集可能还在观望的状态，第2集，马上就让我觉得真是不错，真是治愈。那我们期待他们后续真的能够完成列表，并且改变人生，收获幸福。行，这期就看到这边，下次见，拜拜。好きなものは好きでいいじゃないですか。下一集我真的有，应该是幻想啊，应该是幻想。